なんだろうこの人って思って。でもうち終わったもん、簡単な。終わってないってばそうさんはやめなって人としていろいろ終わってるところがありまして、これは世にも奇妙な日中夫婦の出会いから結婚までの物語である。明けましておめでとうございます。本日は、馴れ初め、私とそうさんの馴れ初めを話していこうと思います。もう10年前だからさ。覚えてる？覚えてない。どこから話せばいいかわかんないもんね。まず最初からでしょ。まず最初は初めて会った時、初めて会った日。何年何月何日ですか？初めて会った日。そんなん知るわけないじゃん。よかったね、覚えてなくてよかったね。急に聞かれたら怖いんですけど。で、最初に会った日がちょっと日付は知らないんですけど、でもちょうど10年前ぐらいじゃないかな。服飾の学校に私が通っていて、そこにそうさんが私のクラスに入学してきたっていう感じですね。はい。その時私のイメージどうだった？まず入ってきて、新学期だったんでね。新学期始まる時にそうさんが来て、その学校の先生がそうくん挨拶してみたいな感じで言って、自己紹介。そう自己紹介してみたいに言われて、でそうさんがなんかはじめまして、そうです、北京から来ました、よろしくお願いしますって言ったんだよ。合ってるよね？合ってる。頑張ってこれだけは日本語覚えてきましたみたいな文章を喋ってた。すげえ練習したでしょ絶対。いいえ、練習はしてない。でもその時これぐらいしか喋れないからこれぐらいしか言わなかった。よかったんじゃない？そうですか。よかったよ。まあその時のうちの印象は、まず今と髪型が違うのね。すごいなんか K-POP アイドルみたいな熱い前髪をしてて、そうさんがね。あの時あれ流行してるからね。そうさんを見た時になんか思ってたんと違うなみたいな感じにはなったよ。何が違う？中国の人のイメージが、だから本当になんか韓国人みたいだなとは思った。髪型も込みで、あとその時多分幼児の服を着てたかな。幼児のシャツを着てて、なんか服装とかもうなんかイメージしてたのと違うみたいな。その時一時期その時一時期に幼児にハマってたんだな。そうですか。合ってる？なんか思ってたんと違うなって思って、でも別になんかうわかっこいいなとかは思わなかった。別に何も思ってなかった。外国籍の留学生の人が来たなっていう感じ、よろしくお願いしますみたいな感じ。喜ぶべき。だから自分はさ、ほぼほぼもうその時はだからそうさん一人対クラスメイトもいっぱいいるっていう状況だったじゃん。だからそうさんは個々を認識できないじゃんその時は。そうだね。そう言われたら確かにいっぱいいるじゃん他にクラスの人たちが。だから自分はうちの印象ないでしょ。これが本当にうちらが初めて会った時のことかな。でまあその後普通に毎日学校行って授業があるわけじゃん。でそうさんももちろんいて、私も同じクラスにいてクラスメイトっていう状態なんだけど、そっからね何日かはもう一回も会話とかしなかったね。理由がまず一つあって、マジで忙しいのようちらが通ってた学校。授業量が多くてもうみんなそれについていくので必死で、他の人なんか気にしてる暇があんまりなかった。だからあんまりそうさんを気にかけてなかった。普通に入学して一人の同じクラスメイトの一員になったっていうだけであって、だからそうさんが入学してきてからそういう感じの日が続いて、その時にねふと何日か経った後にそうさんが全然クラスの人と喋ってないなっていう風にうちは気づいたの。てか誰も話しかけてないの。なんかあんまりみんなちょっと話しかけてあげようかなみたいな雰囲気はあんまりなかった気がすんだようちは。なんでお前の設定うちかわいそうみたいな感じなの？そうちょっとねやめなよそういうの。で授業が終わるとねもうそそくさと帰るし、
そそくさといなくなるのよ。テーブルの下から自分の持ってきたカバンを出して、自分のこういうね道具とかをねこうやってファッファファッファ入れて持って「はい」っていなくなるの。なんだろうこの人って思って。あれはね、あれ日本の学校変なんだよ。なんで学校終わったらみんなまだそこで作業するの？おかしいでしょ。普通学校終わったら帰るでしょ。帰んないよ、終わってないもんだって。宿題っていうかその課題が帰るのよ。でも最初の時先生が「そうくん終わった？何終わった？学校終わったじゃん。帰るの？当たり前じゃん」って本当に帰ってんのそうさんだけだったよ。あ、そうだからうちなんかもしかして全然このクラスに馴染めなくて、日本語も喋れないしみたいな、友達もあんまりできないし馴染めなくてちょっと寂しいっていうか、あんまりこの場所にとどまりたくないからそそくさと帰ってんのかなってうちは思ってたの。違うけど。違うんだ、まあ全然私が考えてたことと違ったみたいですけど、私からはそう見えたわけね、そうだから話しかけてあげようかなって思ったのうちは。優しいね。その時になんかかわいそうだなって、今後そうさんがなんか困ってることとか日本語でわからない感じの雰囲気出してたらなんか教えてあげようかなくらいに思ってたの、まあ席は別に近くなかったんだけど。うちちゃんと見てるということだね。だから見えたらっていうこと。でもその思いができたずっと見てようとは思ってないよこんなのって。でもその理由ができてっていうことはうちを見ているっていうことですね。そうだってすぐ帰るし、めちゃくちゃ目立ってたよ。あ、そう。みんな見てたよ。今日も帰るんだなそうさんとか言って。でもうち終わったもん簡単な。終わってないってばはい、次ね。で初めて話した時ボディだっけ？そうだね、授業の時ボディが必要。そうマネキンね、トルソーとか言うんだけど、ボディが必要くて、うちはまだ日本でボディ持ってなかったんだ。そうみんなね学生は一人一個買わされんのよ。そうだからみんな持ってたんだけど、そうさんだけ持ってなかったんだよね。学校の先生がそうくんボディないじゃん、月の授業はこれ使うから買ってって、その時お前が手でしてこのクラスやめた人いっぱいいるじゃん、ボディ使えばいいじゃんって感じ。なんか買わされそうになってるから助けようっていう感じうちその時思ってたのは、なんだこいつうち新しいの欲しいなのにって思った。中古屋だって？中古嫌だもんほぼ新品じゃん、あんなの。みんなほぼ使わないでやめてっちゃったやつのボディなんだから。でもそれでも新しいの欲しいじゃん。あれが本当に初めて話した時かな。そうだね、その後お前すげえ話しかけてくるようになった。そうなんでかね、だから一回話したっていうのがあるからクラスに馴染んでもらえたらいいなって思って話しかけるようになりました、主に私が。でこれ結構同じ気持ちの人いると思うんだけど、なんかねソウさんと会話をするとさ自分まだそこまで日本語上手くないじゃん、だから本当に片言の日本語を喋ってるのいつもソウさんが、あれがねなんかもう可愛くてしょうがなくてそこだから自分の母国語じゃない言葉を喋ってる特有の現地の人から見た可愛さがあるのよ。そう、うちはそれがもうなんか可愛くて赤ちゃんと喋ってるような感じよ。その思いしてる人いっぱいいると思うよ。その時普通の美人と話せばよかったか。もったいないなその時期もったいないねよく言えるよね画面の前でね。やはり最高。なのでちょっと可愛く感じてきちゃってね、可愛いなって、なんかもっと日本語をいっぱい教えてあげたいなみたいな感じに思っちゃったの。授業の合間のね休憩の時間に日本語を教えたりとかしてた気がするな。その時お前すごいうちのタバコを取るようになったよねやばいな、うちのタバコ減るの早くないって思って
結構さ、うちらの学校は喫煙者多かったじゃん、うん、でみんな吸ってて、まあうちも当たり前のように吸うようになって、うちバイトめちゃくちゃしてたんだけど、なんか学校生地買ったりとかさ、教材買ったりとか道具買ったりとかでもうなんかアホみたいに金飛んでいくの。そういう学校に必要なものとかはもう自分でバイトしてそれで買ってたから、バイトしてもね足りなくて、でタバコを買うってなった時にさ、高いじゃん、タバコ高いじゃん。でうちの吸うの、そうさんがタバコを吸っててちょうだいって言ったらいいよって言ってねくれたの。タバコくれるんだって思って、そうからずっともらうね永遠にもらうねだって高いじゃん。そうさんと仲良くなったのをきっかけに、私はそうさんにたかるようになりました。そんな感じだね、流れで言ったら。うちイケメンだからうちにめちゃ話しかけてくるわけではないから。うちはあんまり顔気にしないね。身長とかスタイルとか顔とか。それよくないね。どっちかって言ったら年上の人が好きだったから。イケメンって言え。だからあんまり恋愛対象ではない。ただたかってる。ほんで日本語片言で可愛いっていう感じで、まあ結論から言うとうちがまずそうさんを好きだったわけですよ。イケメンだから好きでしょ。違うで、まあ気づいたら、ラブになっていたわけですね。はい。そうさんは何ともなかったっていう感じね。で、まあ普通に、学校で会ったりとかして日々を過ごしていて、そうさんラブってなってずっとそうさんにひっついてて、多分学校の人たちからもうちがそうさんを好きだっていうのが分かってたんだろうね。その時同じクラスの中国人のクラスメートが、ね、シピお前のこと好きだと思うよ。あ、言ったの？言ったよ。まあもろバレするぐらいうちはもうずっとそうさんにひっついてるっていう状況でしたね。はい。である日ね、だからまだ付き合ってないのよ。うちがただそうさんを好きっていうだけで、ある日からね急にいろんな学校の中国人の留学生の人たちね、からそうさんはやめなって何？めちゃくちゃ言われたの。何？まず一人ね、中国人の女の子の留学生のクラスメイトに、うちが一人で課題で作ってた服をこうアイロンで綺麗にプレスしてた時に、隣にその子が来て「シッピー、そうさんのこと好き？」って聞かれてどうした?」って言ったら「そうさんはねやめた方がいいよ」って言われたの。誰だよ。うちその時めっちゃびっくりして、応援してくれるんじゃなくて止めようとしてるっていうパターンね。でうちが「いや当たり前だけどなんで?」って聞くじゃん、そしたら「ちょっとね」言ってくんないの、理由を。やめといた方がいいよみたいな。うざすぎないそれって。理由を言ってくんないの、とにかく。でその子にまず言われて、その後もう一人は今度は男の子の留学生の子、中国人、その子がうちに LINE をしてきて、でなんか普通に最初は多分なんともない会話をしてて「スーセンのこと好きでしょ?」みたいなのが来て、また来たって思ってそうだねって、もうめっちゃバレてるねみたいなことを話してたら「そうさんはやめな」うざなんでみたいな。そしたら「そうさんはシッピーには合わないよ」って言ってきた。やっぱ具体的な内容は言ってくれない。合わないしか言う。そう、合わないって言ったの、この子。やばくね。でこっからちょっとさすがに2人目に言われたらざわざわし始めたの、でも理由を言ってくれないからなんかちょっと変な気持ちになって、でその後また違う、この人は両親が中国人で日本でほぼほぼ育ってきてるような人、日本語もめっちゃペラペラで、その人とは結構喋ってるっていうか仲いい人だったから、その人がね、うちがその時バイトしてた飲食店に来たの。その人は結構何回か来てたの、ちょくちょく。その時も来て食べてて「シッピさー」みたいな「何?」って言ったら「そうさんはやめとけ」うざうち3回目ね、これで腹立つ。3人目。いやなんでみたいな、もうこの人にも言われたしこの人にも言われたよみたいな、ど
うにかく理由を聞き出さないといけないと思って、もうなんでだと理由を教えてくれと。とにかくやめとけ、やめろ、ダメ。何この人。付き合ったらあいつ殺す。うちはあの時確かに遊んでるは遊んでるんだけど、でもあいつら関係ねえじゃん。いやうちは別にあの時なんか今なんか何お前らと関係ねえじゃん。みんなはお前を心配してるんじゃなくて、うちをとにかく心配してるの。なんで中人としてうちを心配しろよ。とにかくやめろとみんなからなんか注意されて、でもうちから見たその宋さんね、その時のは別に何が悪いことがあるんだろうって思ってたの、うん、見えなかったの、そんなにみんながそんな警告するような人には全然見えなかったの。まあうちは学校でしか会ってないからあれなんだけど、そう言われる心当たりしかないでしょ。だからとにかくやべえっていうことですね。はい、よろしいですか。よくねえよ。恋は盲目ということで、私はみんなの警告を聞かずに宋さんと付き合うことになったということですね。全然嬉しくないんですけど、もう気づいたらうちは宋さんの家に転がり込んでた状態ですので、宋さんがその時借りてた家、私の家から学校に行くのと宋さん家から学校に行くのも全然時間が半分ぐらい違って、それはそうだ、めちゃくちゃ近く住んでたやん自分、学校に、楽だったね。なんだこいつ。ほんでこれもめっちゃ覚えてるの。本当に付き合って数ヶ月、ことあるごとに結婚しようみたいなをずっと言ってきて、付き合って半年ぐらい経ったら宋さんがなんかことあるごとに結婚しようって言ってくるようになったんだよ。言ったよ。息吸って吐くような感じでしょっちゅう言わないでしょ。しょっちゅう言ってないじゃん。なんでそんな軽いの。しょっちゅう言ってたよ、結婚しようみたいな。付き合って1年すら経ってないじゃん。別にいいじゃん、結婚しましょう。まあそんなことがありつつ、まあ正直現段階でうちはまあ別に自分がいつ結婚するとかそういうのを何も考えてなかったの。でもうちは一人で生きるのはちょっと面倒くさいなって思ってた。それわかるこの言い方。いやなんかちょっと聞こえ悪くなりそうだからちょっとあれなんだけど、本当にそう思ったの。なんか聞こえ悪いかもしれないけど、その時のうちからするとちょっと今後の人生ね、誰かと一緒に生きてった方が楽なんだろうなって、うちはそういう風に考えてた。だから言われた時に別に嫌だなみたいなのは思ってなかったっていうことだね。じゃあまあちょっとここら辺で私たちが付き合ってた頃の写真でもポイって出しとくか。はい。誰だ。うちとお前じゃん。それお前違くね。一緒だよ。違くね。何？若いだけだよ、若いだけ。体積違うね。付き合って9ヶ月ぐらいの時に箱根かどっか行って、なんか正式にプロポーズされたっていう感じかな。ちょっと物をね出されて、あ、これ正式なやつだなって思った。うちの記憶、お前あれ見た瞬間になんかめっちゃ笑ってた。そう。お前の笑い方。そう。だってガチじゃん。あ、これがガチなんだって。今までずっとあったけど、あ、これガチだって思ったね。で、普通にプロポーズした後にシピの親と会う。それはめちゃくちゃ面白いね、マジで。簡単に言いますとですね、私の父親の方がですね、そこそこ難ありな人間でして、一応ね、親だから親としての育ててくれた感謝はあります、ですが人としていろいろ終わってるところがありまして、あまり詳しくは言いませんがね、はい、いろいろさせていただければと思います。はいなので、まずは、私の母親と宋さんとうちの3人で、ご飯を食べたんだよね。中華料理。そう、中華料理を食べて、でまあその時に作戦会議ですよね。もう絶対やばいぞと、どうなるか分かんない、親父に合わせたらもうどうなるか分かんないからどうするって、
うちは別に前の親と会うのは全然嫌ではなかったんだよ、自分はね、そう、だって知らないじゃん、うちの父親のこと。知ってる側からしたらもうどうするっていう感じだったんで、ね、母親もなんだかんだ言いつつ、もうあんたが決めたんだったらいいんじゃないみたいな感じで言ってくれてて、うちのおばあちゃんも全然賛成だったから、うちのおばあちゃんめっちゃ前向き修羅場を覚悟して、まあ会ったっていう感じかな。だから自分がうちと一緒に実家に来てさ、で父親はうちの母親から「今日会わせたい人がいるみたいだから」みたいな感じで家にいてもらったのね、そうでいざ家に入ります。そしたらそのリビングのソファーの真ん中にドカッと座ってて、もうなんか殺しますみたいな、全然歓迎ムードじゃないみたいな感じでね、でうちはその時に気づかなかったんだけど、びっくりしてたみたい。操作を見て、服装がド派手なですね、チェックの、ジャケット、下のパンツはちょっと忘れちゃったけど、まあ、とりあえずジャケットを着ていったのよ。いやうちは何も思ってないよ。普通にジャケットを着ていけばいいから、うち黒のジャケットなんか持ってないもん、そうそうそう。でまあ即答でまずはノーだったの。ダメみたいな、無理みたいな。同じ部屋にね母親とおばあちゃんも一緒にいたの、でそしたら父親が母親になんか「お前どう思うんだ」みたいな、お前なんか言えよみたいな感じになって、でも母親はもう打ち合わせ済みだから「ああいいんじゃない」みたいな、もう2人が決めたんだしみたいな感じで、結構なんか緩い感じで答えて、そしたらうちの父親は母親も許さないと思ってたみたいで、それを聞いた瞬間に父親が「えっ?」って言ったの、多分思ってた返答と違ったんだろうね、でその後その瞬間に今度自分の母親ね、だから私からするとおばあちゃんに「自分どうだよ」みたいな聞いて、そしたらおばあちゃんももう打ち合わせ済みだから「CP ちゃんのことだから」って言って、父親が「え?」自分の仲間だと思ってたその2人に裏切られて、なんか挙取り始めたの、この空間でうちだけ反対みたいな、多数決じゃ負けじゃんみたいな、で宋さんずっとニヤニヤしてるし、全然キリリとしてないの、こいつずっとニヤニヤしてんの、なんかよくわかんない中国人で、なんか派手なジャケット着てるしみたいな、で嫁と母親はいいって言うしみたいな、多分それに混乱したのかわかんないけど、じゃあいっかでこれで、挨拶は済んだっていう感じですかね。でその後なんか知らない間になんかうちの母親とか父親とめっちゃ仲良くなってて、なんか日本にいる時とかうちの父親とめっちゃジムとか行ってるしさ、何してんのマジで。遊んでるよ。なんで遊んでんの？だってそんな見た目してる日本のおじさんと遊べるのめっちゃ面白いじゃんまあっていう感じかな、出会ってから結婚するまでの経緯はこんな感じです。いかがでしたでしょうか皆さん。これがただやばい人っていうこれで皆さん思う存分何の悔いもなく、年が越せると思いますので、2026年もよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。皆様良いお年をお過ごしくださいませ。新しい年でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。把这个洗碗机买那些一直。不是。